なくなったんです。そしてしょうがないから、ぐっとサイズダウンしてですね、これを秘書さんに作ってもらったんです。でこの時にこれ終了報告会じゃないですけど、その次の日の終了報告会でぬいぐるみ大受けでしたから、これは本当にぬいぐるみしんどかったけど、作ってよかったなと思ったんです。それで2006年にですね、こんなに受けたんやからこのぬいぐるみいけるぞと思って2006年に細菌学会に、でも細菌学会なんかみんな怖そうやなと、すごい、お医者さんも多いしみんなスーツやし怒られたらどうしようかなと思って、で本当になんていうんですかね、本当にこの歩けないぐらいにこの右手と右足が一緒に動くぐらいのようなガチガチになってですね、これをですね、でもここで負けては男ではないといけません、セクハラですね、ここで負けては人間ではないと思ってて、ここで負けては立派な研究者ではないと思って、死ぬ気でここでこれをかぶって受賞をしたんです。結構神妙な感じで真面目にやってるんで、ここに私がみんなが尊敬する笹川先生もおられます。笹川先生は私の下の名前をご存じなくて、何回も読み間違えた上に賞状とメダルの名前が間違ってるんです。で会場は結構受けてました。すごい文句かぶってキャーみたいな感じで結構拍手喝采だったので、私はそれでもここでチャラチャラしたら絶対怒られると思ったから最後まで神妙な面持ちでやったんですけど、案の定ですね、帰ったらすぐメール開けたら、これ大阪でしたから怖いメールが来てて、一部の理事の先生がとってもご立腹になってるからすぐ反省文を書きなさいっていう、その時の細菌学会の理事の、その時会長ではなかったですけど、理事の何かの多分選考委員長ですねの方の先生からのメールでかなりビビりましたけど、で、ここで世の中にはいろんな学会があるんだ2と、そういうふうなことになりました。すいません、研究の話もちょっとしないといけません。そしてじゃあ今から、ちょっと真面目な話をします。どうしてユニークな生態運動であるかということですけど、これはもちろん皆さんよくご存知のヒト肺炎マイコプラズマの電子顕微鏡像です。で、去年とこのこの間のその前の冬に、かなり流行り始めたから、うちのところうちにしょっちゅう電話がかかってきて、マイコプラズマの電子顕微鏡像なんかくださいって言われて、皆さんにいろんな、あれですね、テレビ局にこれを提供したので、これはあっちこっちで流行りました。でこれねあれなんです、よくなくって実はこれ電子顕微鏡像なんですけど、固定せずに見てるんですね。で頭の足の部分の構造が固定しない方がよく見えるもんですから、そういう写真なんですけど、固定するとこんな膨らまずにもっとキュッと細い状態のままなので、後で考えたら固定した写真を送ったらよかったなと思ったんだけど、後日それ以降に来たテレビ局に両方送ったら皆さんこれ使うので、どうもこれの方がおどろおどろしい感じがしてきっと好まれるんだと思います。で、マイコプラズマニューモニア、これこれもちょっと自慢ですけど、私たちがこれをビデオを撮るようになるまではビデオを撮られた例はなくてですね、論文に書いてあるから、動くんやろうとみんな思ってましたけど、なんとなく内心ほんまかいなとか思ってたんですけど、割と上手に、条件を合わせるときちっと動くようになります。でこれリアルタイムです。で動くことは感染にどう関係するかっていうと、この、繊毛の気管上皮の繊毛の先端に張り付いて、そこから少なくともこの細胞の表面に動くのに必要であるというふうに考えられています。それでどうしてユニークだっていうふうに僕らが主張するかっていうと、一般的な、理学部の先生とかの生物学者の生態運動に関する理解はこういうことで、一つは、真核生物はその動きはモータータンパク質で、今お話した筋肉、先ほどお見せした筋肉なんかで代表されるモータータンパク質で行われている。でそれに対して、細菌ってここでは書いてますけど、細菌あるいはバクテリアはこういうふうな、筋体の片側にこういう尻尾みたいなものができて、この尻尾の根元がぐるぐる回ることによって泳いでいると、そういう理解です。鞭毛の回転で動いているです。でこれ
大腸菌ですけども、大腸菌普通に泳いでるのを電子顕微鏡で見るとこういうふうになって、でこれを、尻尾を蛍光ラベル、尻尾も含めて蛍光ラベルして見てやると、こういうふうに、これは大腸菌の場合には5本ぐらい生えてますから、5、6本生えていて、でそれが束になって回転して前に進んでます。それで、でこれと今のものと見比べてもマイコプラズマは、これはマイコプラズマモービレで私たちが主に研究している種類で一番早いもので、魚の病原菌です。でこれリアルタイムです。で見るからにどこからどう見ても他のバクテリアの尻尾の動きとは違います。ですからこれがマイコプラズマの活動運動っていうのは全くユニークな動きであるということです。それでこのメカニズムを次に何とかしようと思うんですけども、そしたらなんか動いてるものを理解するのには必要な情報っていうのは、装置がどんなものであるかとか、あるいは足場がどんなものであるかとか、出力はどれぐらいかとか、どういう燃料かとか、そういうことになるかと思います。言ってみたら、例えばですね、ガソリンの燃焼によりエンジンに生じた大きな馬力をタイヤに伝えて泥道を走るって言ったら、大体こんなようなものとかみんな想像できると思います。ですから、ここに書いてあるような項目を調べてやろうと思ったわけです。それで、どうやって遺伝学ができませんから、何か取っかかりがないかなと思ってやったのが、マイコプラズマの丸ままをネズミに、感染が、免疫して、そしてモノクロナル抗体をいろいろ作って順番にかけてみるっていうことです。今から考えたら今ならやりません。そんなリスク高すぎますよね。それでも他にやることがなかったのと、若くて情熱があったので、そういうことをやったわけです。今も情熱ありますけど、こうかけたらだんだん遅くなって止まってしまいます。もう一遍見ますけど、リピートになると思います。抗体をかけた状態でピタッと止まってしまいます。まだかけてません。ですぐかけます。でかけたら見てると分かりますけど、だんだん遅くなります。だんだん遅くなって最後はガラスの上に張り付いたまま止まってしまいます。こんな不思議なことはないです。それでこのことはモノクロナル抗体ですからターゲットがあるんであって、このターゲットが筋体の上で動いて動きを作って、それが活動運動に直接関係していると、そういうことになります。でこれを、免疫傾向顕微鏡法ですね。これは私たちはその当時、マイコプラズマニューモニエで培った技術がありますから、でそれでもってやってみたら、この部分に活動の装置のようなものがあることが分かりました。でこの部分をネックというふうな、もともとローゼンガルテン先生はですね、これをヘッドというふうに呼んでましたから、じゃあここネックかなと思ってネックっていう名前にしました。それで、これは2000年もつい最近のように思ってるんですけど、このパーティーの日のことも昨日のように覚えてますけど、この2000年の時に映ってる、この頃にいた人たちが今言った例えばモノクロナル抗体はこの楠本さんとか瀬戸君が作ってくれましたし、あとはこれらの、遺伝子をクローニングしてくれたのはもう大体、主に上野山さんがやってくれました。この人が上野山さんで、この人が瀬戸君で、この人が楠本さんです。で今度のブラジルの IOM での会長になるのがカイオっていう人なんですけども、この人ですね。でそうです。でこの人はフレデリック・レイグレットっていうこの人はなぜか私のことが大好きで、ものすごいベロベロに酔っ払う人で、きっとそれが気に入ったんやと思う。向こうは同じようなやつおると思ったんでしょうけど、うちの大学にも来てくれて何日間も滞在してくれました。ほっといたらね、この人はあれなんですよ、勝手にその辺の店に行って、英語も何もフランス語も当然わからないような店に勝手に行って、あれ飲ませろこれ飲ませろって言って、でちょっと油断してるとその辺の店全部行ってるんですよ。で今日じゃあこの店行こうかったら、そこ昨日行ったとかね、いいです。それでじゃあそのネックのところにどんな構造があるのかっていうのを明らかにするために、フリーズフラクチャー&ディープエッジレプリカ法っていう、すごいプロレスの技みたいな電子顕微鏡の方法があるんですけども、それで見るとこういうふうな足のようなものが見えます。ここはネックで足のようなものが見えます。電子顕微鏡ですから立体視できるんですけども、そうするとこの足みたいなものが向こう側の方に行って、でガラスの表面に接しているのが分かります。
それでこの足のタンパク質を生成して、それをロータリーシャドーイングという方法で見ると、もう見るからに足っぽい形をしてるから、これやっていうふうにみんな思ったわけです。足のタンパク質分子、これは分子量が非常に大きいので、これらのタンパク質をグライ349って名前を付けてましたけど、グライ349分子がこんな形状です。でこれがですね、そうなんです。これがなぜか私たちがここでつながるんです。私はその DNA 複製の研究をしたから、なんかアーサー・コンバグっていう人は DNA 複製を試験管内で行うことでノーベル賞を1959年にノーベル賞を取られました。でしかもその面白いことに、その試験管内にあるタンパク質は本当の DNA 複製のタンパク質ではないっていうことが他の人たちに証明されて、そして彼はさらに力を入れてそれが違うっていうことも証明して、そしてそれが違うっていうか、みんなが言ってることが正しいことも証明して、本当の DNA 複製のタンパク質も生成して、そしてそれどころか DNA 複製に関係するタンパク質を次から次へと生成して性質を決めて、さらにそれを彼はベンチャービジネスを立ち上げてベンチャービジネスに生かしたんです。もう素晴らしい神のような人です。で私はアーサー・コンバーグすごいと思ったんですけど、なんとですね、このマイコプラズマモービレの足の写真がですね、アーサー・コンバーグがすごい気に入ってくれて、彼は皆さんご存知と思いますけど、彼の、息子さん、お子さんのロジャー・コーンバーグもノーベル賞を取りましたけど、で、そのアーサー・コーンバーグが晩年に書いた絵本があるんですね。でそれはジャーム・ストーリーズ・ミクロの世界の仲間たちっていう本で、これは要するにこれの前振りっていうの、これのセールスポイントは親子で、しかももう3人お子さんがおられて、2人が有名な研究者なんです。で分野もかなり近いです。アーサー・コンバーグが息子たちに聞かせて一人をノーベル賞学者にしたストーリーがここにあるみたいな感じで、私の生物学科の同僚の先生もいつもこの本を娘さんに読んで聞かせてるらしいんですけど、かなり難しいから何にも面白くないと思います。はい、この内容を見たら分かりますけど、この内容を絵本にするのはかなり無理があります。で多分コンバーグのお子さん方はものすごく賢いから理解できるんやろうと思います。まあいいです。でそれの表紙にしていただきました。ちゃんとマイコプラズマモービレって書いてあります。それでですね、それで今の写真を撮ったのがこのアダン・ジュンっていうあれです。アルゼンチン人をお父さんに持つ人で、今度他にも論文ができたので学位を取ることになりました。でこれは2007年に私がお世話させていただいた日本マイコプラズマ学会、和歌山で旅館で、合宿みたいにしてやった時のです。はい、結構ここに大体ここにおられる皆さんとここにおられる皆さんとあんまり変わらないですね。それでじゃあマイコプラズマはこうやってなんか力を出してグイグイ動いてるんですけども、そのグイグイ動いてるけど、いわゆる他の、泳ぐようなバクテリアと違って硬くないし、一体へにゃへにゃなのに大丈夫かっていうふうに皆さんに言われたので、そしたらじゃあ細胞骨格みたいなものを見つけようと思って見つけたんです。でこれが、何もしてない電子顕微鏡像、何もしてないマイコプラズマモービレの筋体の電子顕微鏡像で、それを、界面活性剤でトライトンで洗ってやるとこういうふうな骨みたいなものが見つかって、これはジェリーフィッシュストラクチャーという名前を付けました。これはPNS に、掲載されて、これは不思議なことに PNS に掲載されたんですけど、M&I からなんかちょうどいい表紙にいいような写真ないですかって言われて、でちょうどこの写真を PNS に送ってダメって言われたところだったので、じゃあこれをって言ったら採用していただきました。それでこれが模式図です。でこれをやったのがこの中根大輔で、今長崎大学で別の活層のバクテリアの研究をしています。でこれはケンブリッジなんですけど、でこの人がそのトークをしたら、よくこの人が歩いてると昨日のトークは良かったなってみんなに言われたとかっていう話でそう思ってみるとこれやったらかなり似てますね。はい、そんなことです。で、こんな細胞のアーキテクチャはこうなったかなというようなことです。新しいコンピューターやからね、スピーカーがどこにあるかわからないです。すいません、言いたかったことは細胞骨格があって、その上に膜があって、
生体膜があって、その上に活動の直接関係するタンパク質が並んでいるということです。で活動します。それで今装置の話をしましたから、次足場です。で足場ですけども、足場要するにこれガラスの表面を見てるんですけども、まさか本当の自然界ではガラスの表面を動いてるはずはなくって、宿主の細胞の表面を動いてます。でその表面の何を掴んでるかっていうのを明らかにするために、こういう現象を見つけました。それは、活動しているマイコプラズマに有利のシアル酸オリゴ糖をかけるとこういうふうになります。それで、有利のシアル酸オリゴ糖っていうのは皆さんご存知と思いますけど、有利のシアル酸オリゴ糖っていうのは動物細胞表面の一番メジャーな構造です。でこれ動物細胞とします。でそしたら動物細胞の膜はこういうふうに模式的に書かれて、ここにリピッドがあってタンパク質があって、そしてリピッドもタンパク質もオリゴ糖に主食されていて、オリゴ糖の一番先端の構造はシアル酸と言われる一連の化合物です。名前はシアル酸ですけどもシュガーです。で、ご存知と思いますけど、でマイコプラズマモービルはこの構造が一番好きです。それで、でご存知と思いますけど、これはインフルエンザウイルスとか、あるいはボツリヌストキシンとか、そういうものが直接掴む構造ともシアル酸オリゴ糖です。それで次に力の測定ですけども、これはハーバードに行った時にやった実験で、これはマイコプラズマどんだけ力出してるかっていうのが仕組みを考える時に重要なんです。だからそれは例えばオートバイとか、自動車のエンジン特性を考える時に、どんだけの速さ、どんだけそのアクセルを踏み込んでやったらどんだけの力が出て、でもちろん速く回しすぎたら力が弱くなりますよね。でそれをご存知と思いますけど、トルクスピードカーブって言います。でトルクスピードカーブがその仕組みを考えるとき、結構重要で、それをマイコプラズマについて調べました。でマイコプラズマはここに、ビーズを尻尾につけて、そして2つのうちの1つの方法で、力をかけます。1つはこのフローですね、液体の流れをコントロールしてかけてやると、ストークスの法則からどんだけ力がかかっているか調べることが分かります。それでもう一つの方法は光ピンセットという生物物理学でよく使われる方法で、これは屈折率の異なる水とは異なる物体にすごく強い光を当てるんです。でそうするとすごく強い光が屈折率の違う物体によって曲げられるから、それによって光の質量によってその物体が真ん中に補足されます。でその性質を使っていろいろ顕微鏡下で物を操作することができます。でそれが光ピンセットという方法です。でそれは力を測ることもできます。それでこの2つの方法で力を測りました。でまず1つはフローの方法で、右から流れをかけると、これ運のいいことにマイコプラズマの先端の部分でガラスに貼り付いてますから、先端の部分でガラスに貼り付いて上流に向かって動きます。それで、力を計算することができます。それでこちらが光ピンセットですけど、光ピンセットこれ超波長のものを使っているので、この CCD には映らない、あとフィルターもかけているので映らないんですけど、こうやってステージを動かして光の中心にこのビーズをつけて捕まえます。そうするとマイコプラズマが引っ張って逃げようとするけど、引っ張って逃げるだけの力がないので時々戻ってしまいます。それでこういうふうにして力を測りました。それで燃料の話をします。で燃料、要するに直接のエネルギー源です。この場合にはで直接のエネルギー源は何であるか。例えば普通に考えたらよく微生物で多いのは、人間でもそうですけどもATP などのようなヌクレオチドであるか、あるいはリン酸化合物ですねか、あるいはプロトンの濃度勾配とか、あるいはマクデインとか、そういうことになります。それでやってみたのは、いろいろな状況証拠から ATP じゃないかっていう当たりをつけて、それでここに書いてあるような実験をやってみました。それはこの膜にダメージを与えてやって、そして ATP をかけて、そしてもし動きが再現できれば、それは ATP が直接のエネルギー源であるということを意味しています。それで、わざわざ言ってるんですから、それが成功したわけです。でこれが一つの典型的な実験で、横軸が時間で縦軸がスピードになります。それで、この時点でまだ倍値で動いてます。でここに干渉液に変えて、そしてここで界面活性剤、実際にはトライトン X100ですけども、それを入れると
瞬間で止まります。それは細胞内の筋体内の ATP の濃度が、下がってしまうからです。それでそこに、DNA、RNA があるとそれが紐として邪魔するので、そいつらを除去して、それで、ATP をかけると、ほんの数秒の間に全部の、これは滑走ゴーストというふうに名前を付けてるんですけども、全ての滑走ゴーストが細胞と同じ速度で動くようになります。でこれはこれは PNS で、採用されて、でこれはネイチャー間違いなしって結構みんなに言われたんですけど、残念ながら PNS でも表紙に採用していただきました。それで、今何もしてない時はこうで、ここに、トライトン入れました。トライトン入れると、瞬間的に止まります。これはデンシティが下がるから、これは中身が抜けてるってことは分かると思います。それでここに DNS を入れると DNA の分子がふわっと、これは光学顕微鏡でも結構見えます。ふわっと DNA が流れて右に捨てられていっているのが分かると思います。RNS も実際に入れてます。それでここに ATP を入れます。そうすると数秒の間に全てのゴーストが元と同じ速度で動くようになって、そしてこの動きは最低1時間、1時間ぐらいまでしか追ってないんですけども、1時間はちょっとずつ遅くなりますけど、1時間は最低動き続けます。ですからこれで私たちは直接のエネルギー源が ATP であると結論しました。でこの研究をやったのが、上野山敦子で、多分皆さんもたくさんの人はご存知と思いますけど、ちょっと怖い。はい、朝とかセミナーで10時からセミナーねって言って、でセミナーの部屋が結構僕ら遠いんですけども、そこまでぐだぐだと行ったら、そこの部屋に敦子が待っていて、で先生、10時というのは10時からだらだらと歩いてくるという意味か、10時にセミナーを始めるという意味か、どっちかはっきりしてくださいって言われたので、みんなかなりその時はビビりました。でこの左側にいるの、これはダンカン・クラウゼっていう僕らの、研究、マイコプラズマ・ニューモニエの活動運動の研究をしてるんですけども、ダンカン・クラウゼの、このピカイチで素晴らしいいろんなことを明らかにしたのがベンジャミン・ハッセルブリンクっていう人ですけど、この人は素晴らしい馬力でバシバシ研究しました。でIOM がエッセンスであった時に、エッセンスも飲み物は出ませんでしたね。今思い出しました。エッセンスであった時にダンカンの研究室に行って写真を撮りました。であとは実際には今からもうちょっとだけ ATP の加水分解と動きのカップリングの話を最後に話しますけど、ゴーストの研究はもうちょっと進んでいて詳細までやってます。でそれをバシバシやってくれたのがさっきも出てきた中根大輔で、これは光学顕微鏡の、私たちの光学顕微鏡のいつも相談を一緒にしてくれている共同研究者の学習院大学の西高先生です。それで、復習をしますと、滑走装置が表面のこの部分にあって、そこから足がいっぱい細くて柔らかい50ナノメートルぐらいの足がいっぱい生えています。それでこいつらは今から考えるようお話しするようなメカニズムでシアル酸オリゴ糖を引っ張ると私たちは考えています。でこれが滑走の一つの装置で、これが直接結合する、直接引っ張る足のタンパク質ぐらい3、4級で、こいつらは他にも必要なタンパク質です。でさっきのピタッと止めた抗体のターゲットとしているのはこの緑のタンパク質なんです。でこれが ATPase です。でここに50ナノメートルの柔らかい部分があって、この先端にフットと呼ばれる丸い、読んでいる丸い構造があります。で直接結合するのはシアル酸オリゴ糖です。でここでシアル酸オリゴ糖をグライ3、4期がしっかり掴んだら、なんか張力がかかってるっていうことをに反応して、反応して動くというふうな、そういうふうに私たちは仮定してます。でこれを今実験的に証明しようと思ってちょっと実験をしてます。それでキュッと引っ張られることによって、引っ張られたと思って反応して動くんです。このストーリーではそうです。それで足がいっぱいありますから、これが1回ストロークをするけど他の足がどんどん先に行ってしまうから、ストロークが終わったやつも前に引っ張られて、で引っ張られることによって上の部分の硬い部分の立体構造が元に戻ります。これもストーリーの、過程です。それでさらに引っ張られることによって前に向かって、どんどん引っ張られるから、結局距離的にもうくっついてることが不可能になって前に、引っ張られて
外れるんです。ところがこれがこのフットを後ろに引っ張る時も前に引っ張る時も同じ力で外れることになったら、前にも後ろにも一個も進みませんから、前に外れる方が外れやすいんで、それも今実験で証明しつつあります。それでこの一遍外れたものがまた確率的に元と同じシアル3割ごとを掴んで元に戻ります。それで、さっき中根大輔が研究したって言いましたけど、その結果によりこの ADP の加水分解 ATP の加水分解中間体の ADP フォームの時にシアル3割ごとを強く掴んでいて、そして ADP とリン酸になっている時には外れてるっていうことが明らかになりましたから、こういうふうなスキームかなということになります。でそうすると自動的に新しい ATP 分子がここできて、で古い ADP 分子がここで外れて、でリン酸はここで外れると、そういうことになります。これが今考えているマイコプラズマの滑走運動のメカニズムということになります。それで謝辞ですけど、ちょっと自慢で申し訳ないですけど、発表している論文はですね、たくさんのものがなぜかなんか気に入ってもらえてですね、表紙に採用されてます。でこれはとてもありがたいことだと思います。それであとは3回論文について新聞報道していただいて、どれも大概ほとんどの日本の新聞に載せていただいて、今日お話しませんでしたけど、マイコプラズマをちっちゃいローターにつけてマイコプラズマにローターを動かさせるっていう共同研究をやったんですけども、それは嬉しいことに世界中の新聞に載ってニューヨークタイムズにもかなり大きいコラムに載りました。これもとてもありがたいことで感謝いたしてます。それでこれ昨日の晩にこれ必死になって準備して、ちょっと直前まで違うことで忙しかったんですけど、でこれをその謝辞を一人一人の名前を全部書いてたんですけども、いっぱいあってだんだんもうなんか字はずれるし、もうぐちゃぐちゃになってですね、で私はこういうまとめたお礼の仕方は言わないんですけど、申し訳ないです。共同研究者の皆様と研究にコメントをいただいた全ての先生方に本当に感謝してます。それで、別釣りとかグッズとかいつも持ち歩いているので、いつでも話しかけていただければ大変光栄です。以上です。どうもありがとうございました。どうも宮田先生、本当にいつものご講演と違ってですね、先生の研究の始まりからそして現在に至るまでの話を本当にたっぷり聞かせていただきました。ありがとうございます。非常に私にとって印象的だったのは、ウィーンのね、獣医大学での研究から始めて、ここで安住したらいかんということで強いてそれとは正反対のハーバード、ボストンへ行って、ああいう生物物理学的な解析ができたというのが非常に結果的には素晴らしいことになったんじゃないかなというのが、先生の選択が極めて正しかったんじゃないかなというふうにも思った次第です。これを受賞したから終わりということは決してございませんので、さらにですね、先生ご研究に精力的に取り組まれて、引き続き本学会引っ張っていってほしいとお願いしたいと思います。改めまして北本市長受賞おめでとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。倒れんと言えましたぜ。ありがとう。それではシンポジウム2を始めたいと思います。このシンポジウムはですね、ホストのレスポンスということで、このマイコプラズマ学会は動物と植物とか人と動物とか臨床と基礎みたいな分け方をすることが多かったので、今回はそういう垣根をちょっと取っ払って、ホストレスポンスということで、人から動物、植物、昆虫までさまざまなホストの、ですね、マイコプラズマに対するレスポンスを比べてみようという趣旨で
行おうと思っています。そして、最初の2題は、僕と長谷部さんで、人の話をしてもらって、その後宗田さんに動物、そして、李先生にわざわざ韓国から来ていただいたので、昆虫の、レスポンスと、で最後に、難波県の、小6では姫の差になってるんですけども、前島先生に、植物のレスポンスについて、ですね、話をしていただこうと思います。それでは最初の演題で、北大の長谷部さんで自然免疫によるマイコプラズマ由来リポペプチドの認識と処理ということでよろしくお願いします。はい、まずこのような発表の機会を、くださいました大会長の原沢先生、そして清水先生に感謝申し上げたいと思います。まず、今回宿主の、応答という